ルズ TV の時間でございます。今回はガールズ&ウィルズ TV です。ご案内役は司とプロデューサーの上野太郎です。いつもありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。そしてゲストはこちらの方、お名前はアスカと申します。31歳です。はい、そしてお住まいは栃木と東京の2拠点居住をしています。拠点いいですね。どんなお仕事ですか？サラリーマンをずっとやっていたんですけれども、退職をしてこれからクラフトビールの仕事を始めます。羨ましい。ちょっと後で聞いてみましょう。そしてこちら車なんでしょうか？マツダの NB ロードスターです。年式は1999年で第2世代のものになりますですね。今回はマツダロードスター NB とアスカさんでお届けいたします。お楽しみに。よろしくお願いします。アスカさん、愛車遍歴を教えてください。5年前に NC ロードスターに乗っていて、そこから NB ロードスターに乗り換えをしました。1世代に戻った。1世代、はい、昔に戻りました。なるほど。いつどこでどうやって買ったんですか？2年前に知人から譲り受けて買いました。実はこの NB ロードスターは YouTube 始める前に僕がインスタで一人でやってた時に取材させていただいた小林さんの車ですよね。康介さんの。はい。しかもその小林康介くんは動画になっても出てきていただいて、そうですね。アルファロメオの156とポルシェ2台持ちのオーナーさんとして出てきていると。なんか感慨深いというか。そうなんですよ。僕もだから3年ぶりぐらいにね会いまして、全くオーラが変わってないというか、いい方に受け継いだんじゃないかなと思ってます。 NC を最初に買ったんです。そうです。 NC をまず車買うってなった時に買いました。なんでまたロードスターが最初の車として欲しかったんですか？まず子供の時にお母さんが NA ロードスター第一世代のロードスターに乗っていて、子供ながらに助手席に乗っていて風を感じながら走るのが気持ちよかったりとか、友達にかっこいいねとか言われるのが嬉しかったりっていういい思い出がありました。東京に住んでいる時に NC ロードスターを買ったんですけれども、やっぱり都心だとそんなに車を持って乗る必要性とか、利便性みたいなことじゃなくって、やっぱり楽しさで乗ることになるのかなと思ったので、そういう選び方になりました。いきなり2人乗りのスポーツカーじゃないですか。とはいえその辺ってこう勇気みたいなのなかったですか？ありました、でも楽しそうでいいなと思いました。アウトドアが好きなのでロードスターでキャンプ行ったりするんですけど、これにそうですね、キャンプ道具を全部積んで行ったりすると、やっぱりオープンカーの楽しさっていうのが勝つので、不便なのは不便なんですけど、そこも含めて愛着になってます。遡ったことになるわけですね、それは何か理由があったんですか？ロードスターってやっぱり軽やかさとかハンドリングとかそういう部分は NC よりも NA とか NB 第1第2世代の方がロードスターらしいっていう風に言われていて、それを体感してみたかったっていう気持ちがありました。なるほど。あとはやっぱり知人が乗っていて色が可愛いなと思ってたんですよね。そうね、グリーンとベージュの内装ですよね。そうですね。小説にも出てきたりもしますよね、この色ね。タラコも乗ってたんだっけ昔？僕は乗ってました。実を言うと、僕も生まれて初めて買ったロードスターは LC だったんですよ。だけど NB に行ったの？おっしゃる通り NB が欲しくなって。同じじゃん。そうなんです。しかも理由は一緒で、やっぱりもっとピュアな軽くて小さい車どんな感じなんだろうっていうのと、当時スポーツカーに乗り始めたことがあって、もっと運転の腕を上げたいと思った時にやっぱり値段が手頃だったし、それで NB を買ったっていう。だから人生僕も2台のロードスターを買って NC から NB と同じ流れ。経緯が一緒ですね。一緒ですね。びっくりした。まあもういいところですね。随分語っていただきましたけども、ここはちょっとみたいなところってあります？ダントツで荷物が乗らないことですね。キャンプ自体はやっぱりたくさん物を持っていくよりも、もう少ないもので多少不便でが楽しいっていう部分もあるので、不便も含めて楽しいんですけど、やっぱり日常使いの時は大きいもの買ったりとか2人以上の人乗せたいみたいな時がもう全く力にならないのでだけどもただの移動手段便利なことを置いてでも楽しい車に乗りたい。そうですね。今は私が楽しく乗れればいいという形で乗ってます。第一条件ですね。それね。他にもありますか？はい、あとは年式が古いので、暗い夜とか特に雨が降ってる時に、今栃木に住んでるのもあって、大通りじゃなくて昔の街道、旧街道みたいなところを通ると街灯がないので、そういう時にちょっと不安を感じることはあります。今じゃあヘッドライト変えて快適に見える？はい、見えてます。じゃあこの続きは乗ってお話いろいろ伺ってみましょう。久しぶりに乗ります。楽しみ。よろしくお願いします。はい、乗り込みました。ちょっとね肌寒くなってきましたけど、はい、下から暖房がふわっと。意外と夏の暑さは辛いですけど、そうなんですよ。寒さは意外と大丈夫なんですよね。そうそう、夏の乗り物でしょって思ってらっしゃる方結構いるじゃないですか、
逆に暑くて開けてらんない時ありません？もう夏の昼間は開けてらんないんで、もう夏乗るんだったら明け方とか夕方とかが気持ちよく乗れますね。そう、それでこれからね、秋に冬にかけてはもうベストシーズンですよね。そうですね、やっと昼間に乗れるようになってきました。どうですか、 NC から NB に乗り換えた初めて乗った時のこと覚えてますか？はい、NC ロードスター特有のひらひら走るっていうような感覚、軽さとハンドリングっていうのが楽しめる車だなっていうふうに思いました。ずいぶん違いました？違いました。加速もうん、NC の方が力強く加速するはいはい。けど NB の方がもうちょっとこう吸い付く感じなるほど。があったかなと思います。まあ、比べちゃあれですけど、どっちが気に入ってます？ NC と NB。NB の方が今は気に入ってます。今こっちの方がはい、色もすごいいいですよね。そうですね。運転のし心地だけじゃなくて、車内の雰囲気も NB の方が少しクラシカルでお部屋の中にいるような感覚、車っぽくない感じっていうのを感じられます。ベージュの内装、うんうん、このウッドもたくさんあしらわれて、高級感っていいですよね。そうですね。この辺も決め手でした？欲しいなと思った？はい、私自身は車がすごく詳しいっていうわけじゃないので、やっぱり乗ってて自分のテンションが上がるっていうところが大事でした。そうですよね。外装と内装色のこのコンビネーションたまんないですよね、これね。めちゃくちゃ可愛いなと思いました。乗ってどれぐらいなんでしたっけ？もうすぐ2年ぐらいです。用途としてはどんな感じですか？毎日乗ってるとかたまに乗るとか。日常使いと、あとは2拠点居住をしているのでそこを往復するというのと、あとはアウトドアに行くときに乗ってます。そう、これでキャンプ行くんですもんね。ソロキャンとか友達と2人で行ったりします。ちなみに荷物ってまあトランクですけど、なんかこの隙間にも入れるっておっしゃってましたよね。そうですね。車の座席の後ろの隙間、そう、ここにねちょっとね隙間があるんですよね。はいはい。そこに寝袋とかテーブルを板状にしてなるほど。差し込んだりとか、意外と荷物がたくさんなります。平べったいものはここに刺しちゃう。そうですね。後輪駆動なんでこれね、これ軸が入ってるから、ここがね出っ張っちゃってるからこう乗らないですよね。そうですね。でもオープンにすると意外とパッと見乗らなそうなもの乗ったりします。私スキーするんですけど、はい、スキーの板は実はオープンにしなくても乗ったりとか。これでスキーに行くんですか？集合場所まで板を乗っけて行ったりとかですね。なるほどね。春スキーだったら大丈夫ですね。なるほど。スタッドレスにしてないんで、雪の中だとちょっと心配かなっていうところで、ちょっと怖いですね。2拠点生活、東京からどちらでしたっけ？栃木県によく行ってます。この車で必ず？この車で行ってます。電車で行くよりやっぱり車で行った方が楽しいなって感じですか？どっちもですね。用途によって。用途によって。車で行くときは結構音楽とか聞くんですか？車で行くときはこの車が CD とラジオが聴けるので、ここにデコレーションで入れてるのかなと思ったら本当に聴けるんですね。そうですね。いつも流しっぱなしにして。Bluetooth で音楽聴くんじゃなくて、わざわざ CD で聴いてる。そうですね。なんか例えば父親母親あるいは私が子供の時に持ってた CD っていうのが実は家にたくさんあって、なるほど。今や CD を聴く機会も持ってないので、せっかくだったら車に乗ったタイミングで聴いてます。さっきヘッドライト変えてるっておっしゃってたじゃないですか。はい、どこのヘッドライトに変えてるんですか？ HID 屋です。こんなに明るくなるんですね。明るくなりました。しかもなんか黄色いからちゃんと良くないですか？車の雰囲気も害さずに安全性が高まってます。ね、それまでは結構山道とかで苦労したんですもんね。そうですね。夜と雨っていう条件が重なると本当に見づらくて困ってました。取り替えるの大変じゃなかったですか？それが力が全然なくってもできるぐらい簡単な。はい。どこで買えるんですか？Amazon、楽天、Yahoo ショッピングとかのオンラインショッピングで買えます。最近やたら眩しい車もいるじゃないですか、ヘッドライト。この車大丈夫ですか？ちゃんと光軸を合わせれば大丈夫です。あ、もうこれ合わせてもらったんですか？ちゃんと調節してもらいました。じゃあ安心ですね。はい。はい、ということで乗させていただいております。こんな夜に屋根を開けて女子と2人乗りのオープン会なのでちょっと緊張してます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ドライブに入れますね。ちょっとこのシフトのね、こう微妙にこのカチカチっとしてるところにこう緩さもあったりなんかして、それがなんかどことなく懐かしいっすよね。持ってた身としてはもう全てこの景色が懐かしいですね。このスイッチの位置とかハザードボタンの位置とか、こうだったよなーっていう感じがする。車って面白いですよね。こう乗るとそのままタイムスリップ一瞬でできちゃうからね。ちょっと走り出します。はい。はい。
やっぱりこの軽やかさですね。懐かしいな。いつ乗ってもいいな。これが味わってみたかった感覚ですか、飛鳥さんの。そうだと思います。NC に比べてどうですか？加速とかの馬力みたいなところは弱い分、軽さとハンドリングが楽しめるなと感じてます。そうか。山道とかは、はい今の NB のが楽しいですね。しかももう一つ思ったのが AT じゃないですか。これがまた車の動きとか軽さに集中できる感じしますね。楽しいですね。だからすごく体の一部みたいな感じで楽しめます。UI、UX 高いですよね。ユーザーインターフェース、ユーザーエクスペリエンスがすごい高いっていうことね。この車に確かにそうだな。感覚的に運転を楽しむことができるなというふうに思ってます。ですね。これがやみつきになってるんですね、飛鳥さんの。はい。お母さんがそもそも車が大好きだったってことですか？お母さんも私と同じで、別に車好きっていうわけではないんですけど、深いマニアックな感じではないと。ではないんですけど、初めて NA のロードスター、真っ赤なやつに乗ってたんですけど、それに座って運転した時に楽しくて笑っちゃったんですって。それで買うことに決めたって言ってました。なるほど。なかなか普通の生活で2人乗りのオープンカー買おうって思わないですよね。なんかきっかけがあったんですかね？あんまりそこはよくわかんないんですけど、多分ロードスターで決め打ちで行ったわけではなくて、私が保育園行く時だったんで、送り迎えするために車を買おうっていうことで車屋さんに行ったみたいです。でそしたらロードスター乗る機会があったとらしいです。乗ったら大爆笑。大爆笑。これは楽しいぞと。これはフィットしすぎだぞっていうことで真っ赤なロードスターを持って帰ったらしいですね。なるほどね。でしかもそれを飛鳥さんがやっぱ覚えてるわけですもんね。NA ロードスターってヘッドライトが目玉みたいにこうピョコンって出るんですけど、それがやっぱりこう大人気なんですよ、この子供に。それが嬉しかったですね。うちの家の車、そう子供たちはもうかなり脳裏に焼き付きますよね。目玉出るぞっていう自慢ができました。まあその思い出をもってして車を買うってなった時に NC、そうですね。最初は NC にするつもりではなくってオープンカーにしたかったんですよね。それで BM の Z4 とかビートルとかと悩んで、で結局、ロードスターにしたっていう感じです。そういうことだったのか。この車の元オーナーさんの最初に話に出た康介君とはどういうお知り合いだったんですか？大学時代の建築系のインカレサークルみたいなところで知り合いでした。いろんな大学の建築学生が集まって夏休みにちょっとこう取り組みをするみたいな活動があって、それに参加していて知り合いました。なるほどね。 SNS 通じてお互いロードスターに乗ってるっていう認識はしていて、そういう会話もしたことがあったんですけど、会ってはいなくって、康介君がこの車を売るってなった時に、私もそれまで SNS で見てて、色かわいいなって、いいなって思ってて、それでちょっといいなと思ってるっていうことで連絡して、5年とか6年ぶりぐらいに会いましたね。実際会った時に試乗させてもらって、とにかく走り心地は違うなっていうのを感じたので、だったら乗り続けるより乗り換えてみたいなっていうふうに思います。好奇心が。はい。なんか NC の方が NB と比べると結構どっしりとしたイメージもあるじゃないですか、デザインもあると思ってて、やっぱり NB って今改めてこうやって見るとすごい薄く感じるし、コークボトルシェイプとか言われるけれども、前と後ろがこうキュッとね、盛り上がっていて、中がこうキュッと絞られてるデザインみたいなのってすごいいいですよね。見た目の雰囲気、結構違って、特にお気に入りは、後ろから見たお尻側の薄さがすごく可愛くて、特にこのリアウィングがついていて、でそこでお尻がキュッて上がって見えるところがすごく可愛くてお気に入りです。下がってきて羽のとこキュッてなってますよね。いつも前向き駐車をしがちです。お尻が見えるように。前に止めて降りて振り返った時にお尻を見るという。はい。可愛いなって毎回思えるのは幸せなことだなと思います。めちゃくちゃ話変わりますけど、徒歩1分ぐらいの距離に住んでたってことがさっき明らかになったんですよね。そうですね。ちょうどこのお話
をもらった時には、はい、多分すぐ近くに住んでましたよね。そうですよね。実はこのお話1年ぐらい前からね進んでたんだけれども、だからオンライン会議してた時なんてすごい近いところから画面を通してお互い話してたわけですね。実は、はい、ほぼ毎日このロードスターの前を通っていたそうです。そう、さっきもで車どこに止めてたんですかみたいな、あの辺の角に駐車場あるでしょみたいな、毎日見てたやつだみたいなねすごい偶然。こんなことあるんですね、本当にね。飛鳥さんはそこに住まわれてからこの1年間が経ったっていう中にね、海外に行かれてたんですよね。そうですね、世界一周といいますか、はい、放浪の旅に出ておりました。目指すことがあったってわけですか？7年続けていたサラリーマンを辞めたので、はい、せっかくだったら長期で時間を取れる時にしか行けないような場所とか、自分が行ってみたい場所をとことん行ってみようと思って行ってきました。どこ行ったんですか？アフリカ、ヨーロッパとアメリカと中米に行ってました。全部で13。行きましたねどれぐらいの期間行ってたんですか？100日間行ってました。結構長いですよね。そうですね、13カ国ぐらい行ったかなと思います。宿とかはじゃあその場その場で探して、その場その場で予約しながら移動してました。お一人で？ほとんど一人ですね。2カ国だけ友達が合流しましたけど、アフリカはほぼ全部ずっと一人でなんでまたサラリーマン辞めたんですか？仕事は楽しかったんですけど、自分自身で作ったりとか活動できる幅を増やしていきたいっていうのがあったので、まずは組織を出てみたかったっていう感じです。まずお仕事辞められて100日間海外に行って戻ってこられて、栃木と東京の2拠点生活が始まったってことですよね。そうです。どんなことやってるんですか？前職を通じてできた仲間とかと一緒にクラフトビールのお店を準備中です。それは仕入れて売るんじゃなくって作るってことですか？そうですね、私が作ります。もう一人のブルワーと一緒に。サラリーマン時代にクラフトビールお好きだったりしたんですか？クラフトビールすごく好きだったり、もちろんクラフトビールって高いんですけど、いろんな選択肢が日常の中にあるっていうことがやっぱり豊かというか楽しいことだなと思って、海外行ってる間にアメリカで1ヶ月ビールの勉強をしてきて、今度オープンするっていう形です。ビールに限らずクラフトのものってすごく非効率的だったりするけど、そういうところになんか面白さとか楽しさがあるのかなと思って、多分車好きもきっと分かってくれる人多いんじゃないかなって思います。そうですね。栃木を選ばれたにもやっぱり背景あるんですか？そうですね、前職で担当してたので、そこで知り合いというかお友達が結構いたっていうことと、山が見える景色が私すごい好きで、山が見える景色のある場所に住みたいなって思っていたことと、あとはやっぱり東京出身で熊本、九州に住んでた時もあるんですけど、転勤でめちゃくちゃいい場所なんですけど熊本って、でもやっぱりこれまでの友達となかなか会えないっていうのが寂しかったので、ある程度東京に近くて自然が感じられてお友達もいてっていうところで栃木に引っ越しました。移住。はい、乗ってまいりました。何年ぶりぐらいに乗ったの、太郎くん？2年前ぐらいかな、僕が持ってたのって。最近だったんだね、結構ね。そうだからね、すごいやっぱり楽しいし、何回も買いたくなってしまう車ですね、不思議と。リピートしたい。世代をまたいでもそうだし、同じ車でも仕様違いで、なんか本当に僕買っちゃうかも。久しぶりに欲しくなっちゃった。やっぱ乗るとそうなんです。やっぱ乗るとね違いますよね。ということで皆さんもいろんな車乗っていただきたいなと思います。ドライブ中に触れた HID やのヘッドライトについては概要欄とコメント欄に記載がありますのでご覧になってみてください。クーポンもついてます。じゃあ飛鳥さん、2人で喋っちゃってごめんなさい。ロードスター LB100 点満点中何点でしょうか？85点で。85点。その理由は？乗っていてとにかく楽しいし、春夏秋冬それぞれの楽しみができるのでとってもいいんですけど、やっぱり荷物が乗らない、人が乗らないっていうだけマイナスです。そうですね。まあでもそれを差し置いてもやっぱりこっち乗りたいと。そうですね、もうそれだからこその楽しさは絶対あるので、本当は満点です。本当は満点だけど一応そこだけは客観的に 15% 引いておきました、ということで最後に LB ロードスター乗り続けますか？はい、
ライフスタイルが変わらない限りこのまま乗っていきたいと思います。ということで僕らも久しぶりに乗れたマツダの NB ロードスター、楽しい車でした。ガールズ&ビーツ TV でございました。また見てください。バイバイ。ヘッドライトもよろしくね。